走ると転ぶさ。ユキオさんに外を歩くときは手をつないで歩くように言われただろ。人の話を。じゃあラムネでも飲むか？飲んだことないのか？こうやって押し付けて。こぼさないようにな。おい、大丈夫か？ゆっくり飲めよ。ユキオさんにもらったお小遣い落とさないようにな。お小遣いには限りがあるんだからちゃんと考えて買った方がいいぞ。点取りおみくじ？これはおやつじゃないだろ。そもそもおやつを買ってくるようにユキオさんからお小遣いもらったのに無駄遣いはどうたらこうたら。だいたい腹も膨れないのに占いなんて適当なこと書いてあるだけだろ。そんなわけない。しょうがないな。後でやっぱりいらないって言ってもダメだぞ。どれにするんだ？火星に行けるでしょう10点大吉？なんだそれ。そうだけどこんなんでいいのか？やっぱり無駄遣いだ。俺はいい。はあ、じゃあこれにする。そうそう、映像科の友達なんだけど、学内のフィルムコンペに出品するショートフィルム撮りたいんだって。学内コンペで劇団と組んだりするんだ。まあ人にもよると思うよ。今回は学内の生徒だと若すぎて作りたい映像のイメージに合わないから役者探してんだってよ。まだはっきりとは決めてなくて相談して詰めていきたいって言ってた。 VFX とかが得意でさ、今回は和風の映像が撮りたいみたい。撮影に協力するとなればこっちもそれなりに時間を取られる。信用できるやつなのか？まあそこは問題ねえと思う。歯切れが悪いな。なんつうか割とキャラが濃い。悪いやつじゃねえけど。スピリチュアルみたいな。第6回公演からずっと舞台見ててどうしてもうちの役者で撮りたいんだってさ。学生相手じゃ出演料も請求できねえし、やるなら極力劇団のメリットになる形で実現するべきだ。メリットか。まあそりゃそうだよな。公開したら劇団の宣伝にもなるんじゃないですか？
プロモーションか。いいじゃんそれ。リッチな宣伝できるかも。動画ってやっぱ注目されるしな。でも作品の内容をこっちから指定していいのか。和風で撮れるならお任せでもいいって。 VFX が得意なやつなんだろう。和風で VFX ってどんな内容にするつもりだ。実はさっきからピンときてたネタがあって、ちょっと待っててください。よいしょっと。資料っせ。陰陽師。和風ファンタジーはやったことなかったんで、ちょっとプロット考えてたんすよね。そっか、陰陽師なら VFX バリバリ使えるじゃん。今回のテーマにぴったりだな。じゃあこのプロット完成させてから打ち合わせってことでいいっすかね。そうだな。連絡しとくよ。ちなみにメンバーってどうします？やっぱ東さんじゃね？そうだな。和のイメージが強い。あとフルーチェさん。俺が？逆にシュトロンさんとガイさんはエキゾチックって感じっすよね。真逆だな。あ、でも逆にいいかも。古市さん、雪城さん、シトロンさん、ガイさん。なんかいけそうっす。ふっす。おかえり。ただいま。二人とももうすぐ帰ってくると思うわ。いや、渡すもん渡したらすぐ帰る。そんなこと言わないで待っててあげなさいよ。二人とも久しぶりに会えるの楽しみにしてるんだから。これ土産。父さんに日本酒と母さんには化粧品、佐藤には菓子だってよ。すごい量ね。こんなにいらないわよ。泉田の親父さんから持たされたんだ。あら、いつも悪いわね。ありがとう。くれぐれもよろしく伝えてね。あ、最近劇団の方はどうなの？忙しい？秋組公演も終わってそれほどじゃない。第6回の兵藤くん、すごく良かったわね。演技が真に迫ってて泣いちゃったわ。ああ、あいつはあの公演でぐっと成長したな。あんたの次の公演は？今組の枠を超えたミックス公演ってのをやってるんだが、次のミックス公演に出ることになりそうだ。そう、楽しみね。ちゃんと招待しなさいよ。覚えてたらな。いいわよ。誘ってくれなかったら兵藤くんに頼むから。なんであいつの連絡先知ってんだよ。いいでしょう、私の推しメン。はあ、どこで覚えてくるんだそんな言葉。で、二人とも何時くらいに帰ってくるんだ？あの人はいつもだいたい8時頃かしら。佐藤は修学旅行だからそろそろ帰ってくると思うわ。修学旅行？そう、北海道だって。あんたの時は
中学も高校も修学旅行行かせてあげられなくてごめんね。別にろくに友達もいなかったし行きたくもなかった。そう。行き先も京都で興味なかったしな。劇団で行った大人の修学旅行とやらの方がよっぽどマシだった。あらいいわよ京都。神社仏閣巡りも楽しいし、春の桜、秋のもみじはもちろん新緑の頃も綺麗だし、学生の頃よりも大人になってからの方が楽しめるかもしれないわね。まあそのうち地方公演でも行くかもな。そういえばあんたは覚えてないかもしれないけど、昔1ヶ月くらい京都に住んでたことあるのよ。ね、物心つくかつかないかって頃だから覚えてないわよね。ほらあの人が京都生まれだったから。スズルーの脚本できたね。さっき臼井が持ってきた。また倒れてるのかな。さっさとミーティング始めるぞ。衣装も華やかにできそうでいいよね。式神は人外の存在だし、メイクも自由度高そう。月白は異国の血を引いてるっていう設定なんだよね。シトロンのイメージにぴったりだな。翡翠をせいぜいこき使ってやるね。現実の関係そのまんまだな。式神役なんて面白そうだね。左京の主演は任侠伝以来だし、タイミング的にもいいんじゃない？いや PV 映像のことを考えてた。俺には映像の経験がない。今回はいつものような舞台だけでなく映像に適した芝居、存在感の出し方が必要になってくるだろう。今のままでは俺に務まるとは思えねえ。僕も十分通用すると思うけどな。クソ弱気じゃねえか。やらねえとは言ってねえ。撮影までに映像芝居のノウハウをきっちり叩き込んでおくつもりだ。撮影はいつの予定だ？そうか、打ち合わせには俺も参加する。そういや皆木はどうしてる？部屋でノックダウンしてるよ。いつも通りだな。皆木、起きてるか？あれ、古市さんどうしたんすか？今回もいい脚本だった。あざっす。一つだけ聞きたいことがある。今回の本で一番描きたかったことは何だ？一番描きたかったことっすか？そうっすね。
目には見えないけど信じられるもの。運命とか縁とか、そういうもんすかね。光と生命、生命と月白、月白と翡翠、それぞれの立場とか住む世界を超えた絆とか。離れてても見えなくても互いに確かに感じられるつながり、縁について描きたかった気がします。なんか曖昧なんすけど。いや、言いてえことは分かった。あとは俺が板の上で表現してみせる。です、任せます。ああ、悪いな。さっき皆木に脚本のテーマを聞いてきた。あいつの描きたい見えない絆や縁、俺なりに表現してみせるつもりだ。それが主演を務める俺の責任だからな。秋組第6回公演の兵道がブラッドに込めた情熱、あれに当てられた。俺も次主演をやるときは自分だからこそ込められるものを芝居に込めたいと思ってた。皆木の描きたかったものを請け負って、俺だからこそ演じられる生命を演じて、頭の固い連中など放っておけばいい。そのうちアホでもわかることだ。そうはいかない。このままにしておけば被害は広がるばかりだ。陰陽寮のお偉方に目をつけられては宮中でも自由に動けないだろう。それでもこのまま見過ごすわけにはいかない。真面目なことだ。後で後悔しても知らないぞ。ざれ言はいいから調査結果を報告しろ。生命殿。月白、戻ってきていたのか。昨日着きました。ご無沙汰しております。そうか、久しいな。お元気そうで何よりです。そろそろ打ち合わせの時間じゃねえか。お疲れっす。入るよ。失礼します。生の皆さんだ。これも月の満ち欠けに導かれし運命。感謝します、つくよみのみこと。またおかしなキャラが来たね。負けられないよ。シトロニアは大丈夫だろう。紹介するね。同じ大学のカモン。名前までかぶり気味ね。あだ名だろ。鴨と申します。以後お見知りおきを。早速だけど昨日データで送った脚本読んでいただけました？はい。あんな感じでいこうかと思ってるんだけど、どうすかね。映像脚本は書いたことないから、なんかやりづらいところとかあれば。最高でした。神秘的かつ悲劇的、アクションも豊富でエンターテインメント性に優れている。陰陽師と式神というのはまさに
私が描きたいテーマにぴったりです。そもそも陰陽師安倍晴明は謎に包まれた人物で、その生い立ちもはっきりしない。才能あふれながらも陰陽寮のトップである陰陽の神にはつかず、さりとて官位は上という複雑な関係性も描いて、どうのこうの。ああ、一応私の方で台本からいくつかシーンをピックアップしまして、ダイジェスト的に数シーンをつなげて映像にできたらと思っております。なるほどな。撮影は早い方がいいよな。今回は陰陽師の世界観に合わせて京都でロケを行いたいのですが、いかがでしょう。京都いいね。有名な神社いっぱいあるね。神社な。絵になりそうだし、いいんじゃない？京都か。よろしければうちのホテルに泊まりませんか？もちろん宿泊費はいただきませんので。カモンの実家、京都でホテル経営してるんだよね。それなら交通費だけで済むし、いいんじゃないですか。そうだな。できれば役者の他にもどなたか手伝いをお願いできると。行く行く。お耳もカメラ詳しいし、誘っちゃおう。京都とかてんやげい。観光どこ行く？清水の舞台からバンジージャンプを外せないね。舞台というからには何か公演をやった方がいいんじゃないか。いや、どっちもやったら怒られますから。ったく、修学旅行じゃねえんだぞ。では私は早速コンテに取り掛かりますね。お疲れ。お疲れ。うん、一応完成したから。それとメイク検証、撮影までに固めときたい。待ってましただよ。楽しみだな。羽か。こういう衣装は初めてだな。布の質感が綺麗だね。王子様の和服も素敵だね。ジャパニーズ衣装、テンション上がるね。古市はさすが似合ってるな。浅黄色もいいね。いや、やはりこいつらと並ぶとな。式神コンビもシトロンの陰陽師もインパクトが強い。埋もれないようにしないといけねえ。俺の衣装に文句があるの？衣装の問題じゃねえ。俺の問題だ。映像では舞台とは違う見せ方が必要だ。それを頭に入れとかねえと衣装も映えねえ。あのおっさんに頼るのか。仕方ねえ。背に腹は変えられねえか。こっちだよ。
急に呼び出しやがって。ごめんね。ほら、せっかく主演と準主演に決まったんだし、親睦を深めておかないとさ。役柄も主従関係なんだし。今さらだ。お前となんていつも飲んでるだろうが。確かに。でも飲む口実にはいいでしょ。まあな。このカクテル僕のおすすめ。じゃあ同じの。かしこまりました。今回は面白いメンツになったな。ミックス公演だから組を越えてっていう面白さはあるけど、それを抜きにしてもなかなかない組み合わせだよね。でもガイはものすごく芝居にストイックだから左京君とは合うと思ってた。主従関係とはいえシトロンとはえらい違いだがな。ただあいつがいると稽古場の雰囲気が全然違う。秋組の稽古はもっと緊張感がある感じ？ああ、険悪なわけじゃねえが、どいつもこいつもギラギラしてる。冬組もちょっと違うかな。もう少し落ち着いてるっていうか、芝居に対する熱も内に秘めてる感じ。他の組のやり方を見るのは勉強になるな。ミックス公演ってのはいいやり方だ。そうだね。ただ今回は撮影がある分いつもより進行がタイトだからな。気が抜けねえ。京都ロケは来週か。結構スケジュールが詰まってるんだよね。3泊4日で数シーンとグッズ、フライヤー用のスチール撮影も入る。観光ができないってカズたちが騒いでたよ。たく修学旅行じゃねえって言ってるのに。僕も京都は個人的にも好きだから撮影で行けるの嬉しいよ。俺はほとんど行ったことねえな。いや、そういえばこの間小さい頃に少しだけ住んでたことがあるって母親に聞いた。へえ、そうなんだ。死んだ親父の生まれが京都でな。じゃあ亡くなる頃に。ああ、病気で余命宣告を受けてから慣れ親しんだ京都で療養したいって本人が希望したらしい。母親も俺もそれについてったって話だ。って言っても俺自身はほぼ記憶がないんだけどな。ただ父親の墓は京都にあるってことだけは聞いてた。お墓参りは？母親はたびたび行ってるみてえだが、俺は一度も。金もかかるし記憶のねえ父親のために行きたいとも思わなかったな。今回も行かないの？どうだかな。母親にはせっかく京都に行くなら寄ってほしいとは言われたが、昔から実家にある写真の中の父親の姿を見ても自分の父親だっていう実感が湧かなかった。ただこの父親さえ生きていれば母親ももっと楽できたのにって思いはあったが、それくらいや。むしろ父親っていうと鬱陶しいくらい面倒見てくれた幸男さんや泉田の親父さんの顔が浮かぶ。もし行くならついてくね。お前が？ずいぶん久しぶりに会うんだし、友達の一人でも紹介しないと心配されるよ。友達ってお前がか？飲み友達かな。まあそれはそうか。気遣いはありがてえがその必要はなさそうだ。記憶のない親子の縁も感じられない父親に
今さら息子として墓参りに行くのはやっぱりどうも気が進まねえ。多少余裕は取ってあるらしいが、撮影が伸びるかもしれねえしな。映像撮影は僕たちみんな初めての経験だしね。もし時間が空くようだったら酒に付き合え。美味しいお店知ってるよ。もう一軒行くか。今日はやめといた方がいいんじゃないかな。夜更かしは肌に良くないし、撮影はアップも撮られるから、しっかりお肌のメンテナンスしないとね。そういや、来週に向けて仕上げとけってボンがうるさかったな。今回の式神のメイクは独特でいいよね。ああ、衣装も凝ってて舞台映えしそうだ。脚本も少し物悲しくていいお話だし、稽古してても楽しいよ。mina木は目に見えない縁や絆、運命みたいなもんを描きたかったらしい。生命とコウは劇中ほとんどずっと一緒に行動してる。でも分かりやすくお互いへの情や絆を表現することはない。むしろ契約で結ばれてるって印象だ。俺たちはセリフにも現れない目に見えないものを芝居で表現しなくちゃならねえ。正直難しいと思う。表には出さずに寄り添うこと、この世とあの世、別の世界に生きる人と式神がつながってるってことをどう表現するか。僕にはちょっとわかる気がするよ。たとえ二度と会うことができない人とでも感じられる確かなつながり。雪城にはあるのか。左京くんには優しく寄り添ってあげたいと思うしね。いらん。雪城はすでに掴んでるってことか。俺も俺なりにコウと生命のつながりを表現しないといけねえな。九州みりんでー。もっと腕はこうした方がかっこいいと思う。牛乳飲みたいね。今のかっけえ。うるせえ、何の騒ぎだ。おう、役作りだよ。陰陽師のポーズ研究してた。救急にょりつれい。どこかだ。全然言えてなかっただろうが、せめて稽古場でやれ。辛いこと言わないね。それを言うなら固いことだ。あ、そうだ。左京さんのポーズも見てみたい。役作りのために見本見せてほしいよ。しょうがねえな。救急にょりつりよ。おお、ついに左京さんも中二病に目覚めたか。違う、俺はこいつらに手本を。この前話してた漫画実家から持ってきた。ありがとうだよ。おい、おつ、見なかったことにする。フォローするな。そういえば左京に借りてた陰陽師の映画面白かったよ。他に参考になりそうな本も見つけたから、必要なら貸す。助かるね。古市、これ助かった。ああ、そこに置いといてくれ。
役作りに必要そうな資料は一通り目を通してみた。安倍の生命については資料によって評価が分かれるようだな。ああ、陰陽師としての能力についても創作が多く、由来のはっきりしないものが多い。この漫画陰陽師が出てくるんだけど、左京さんもよかったら読んで。生命がすっげえかっこいい。私が読んだら渡すね。最近だと俺がやってるゲームアプリにも安倍の生命出てきましたよ。ゲーム仕方ねえ、落としてみるか。少しでも安倍の生命をつかむ手がかりが欲しい。月白は本当なら私と同じように陰陽寮に所属するはずだった。しも月白の才能には期待を寄せていた。ただ出自のせいでそれが叶わなかった。ここはもう少し抑えるか。ああ、悪いな。ボンの入れ知恵か。不安の裏返しかもな。自分の芝居に納得がいってないからこそ、少しでも多くインプットして足りない部分を埋めようとしてるのかもしれねえ。陰陽師や平安の世界観の知識は増えたが、肝心の生命の演じ方について今のままでいいか迷いがある。映画やゲーム、小説の中での生命は怨霊に立ち向かうミステリアスなヒーローとして描かれているものが多い。皆木が今回描きたかった目には見えない確かな縁や絆、つながり、その表現がまだできてない。幸四郎は本質的に理解できてるのか、孔の生命に対する情のようなものを感じる時がある。でも俺は生命としてそれに返すことができねえ。幸四郎が理解できてるもんが俺にはまだつかめてねえ。そうだな。その椅子、すっかり左京の特等席だな。何か面白いものでも見えるのか？車。そんなに車好きだったか？別に。母さん遅いな。本でも読むか？そんな難しいの読めない。そっか、そうだよな。じゃあおみくじやろうか。おみくじ？折り紙はないから、あ、この紙でいいか。ちょっと待ってろ。ほら、好きな数字を選べ。じゃあ
3。1、2、3と。次の数字は？じゃあ6。6か。さて結果は末吉だな。道端でテントウムシを見つけるってよかったな。テントウムシ？変なの。明日も弾くか？うん。寝ちまってたか。起きた。ミッション失敗だよ。何してんだ？なんでもないよ。そうそう、気にしない気にしない。なんだそのアホみたいなグラサンは。せっかくこれつけてるとこ写真撮ってブログにアップしようとしてたのに。冗談だって。全軍撤退だよ。雪代、見てたなら止めろ。だって可愛いいたずらだったから。ったく油断も隙もねえな。あいつわざわざこんな重てえもんを。はあ、まったく。ケン、最後までついてきたがってたもんね。引き剥がすのに苦労したね。何か寝言を言ってたけど、夢でも見たの？ああ、ひどく懐かしい夢を見た気がするが忘れた。監督、フライヤー用の写真の撮影なんだが、一応3日目でいいんだな。あ、それは問題ない。4日間のうち撮影が2日、スチール撮影が1日だよな。予備日は1日しかないってことか。明日はコスタ率 60% だよ。降水確率な。全部外ロケ予定だしな。1日だけなら潰れてもどうにかなりそうだが、それ以上は厳しいだろう。動くな。メイク直す。京都で陰陽師ってめっちゃエモいじゃん。インスタ上げちゃおう。みんな見てるよ。コスプレと間違われそうだな。ちゃんと許可は取ってあるので大丈夫ですよ。やはり京都の木に包まれた皆さんの姿はまた一味違いますね。素晴らしい。それでは早速最初のシーンからお願いします。すみません、今の画角だと横の動きはあまりカメラで追えないので前後の動きでお願いします。なるほど、やってみる。映像デビューは難しいね。やっぱり舞台とは違うね。カメラで舞台全体を撮ったことはあったが、映像作品となるとまた撮り方が変わるな。勉強になる。
何か気をつけた方がいいことはあるか？古市さんは完璧です。今のでお願いします。はーい、今ので今日の全カット終わったよ。なんとか日暮れ前に終わったな。いつもの稽古より疲れたね。リテイクが多くてどうなるかと思ったけど、よかった。古市がスムーズに進められたのが大きかったな。プレビュー見てみますか？いいね。まだ音はないんですけど。めっちゃかっこいいじゃん。なるほど。画面で見るとこうなるのか。映像になると雰囲気がまた変わるね。見せ方をもっと練る必要があるな。やっぱアップは要注意だな。根底もう一回確認しとく。さきょかっこいいね。見比べると芝居の差がわかるな。なんでもない。では明日も同じような流れでよろしくお願いします。ウィウィ。急に曇ってきたな。ほんとだ、降りそうだね。雨雲が近づいてるって、さっさと撤収した方がいいかも。急ぐね。いいお湯だったね。大浴場があるのは助かるな。監督からだ。明日は殺休か。降水確率 100% じゃ仕方ねえな。じゃあ今晩は飲んでも大丈夫ってことだね。雨だからおすすめの川床には行けないけど、部屋で飲まない？そうだな。下でお酒買ってくるよ。俺も行く。一人で大丈夫だよ。一休みしてて。悪いな。今日のプレビュー映像、悪くはなかった。ワークショップもこの映像芝居の本も役に立った。セリフ回しも動きもイメージ通りだ。でも見かけだけ取り繕ってるだけだ。見栄えがいいだけで中身がねえ。映りたいように表現はできてる。でもそれだけじゃ足りねえ。兵道がブラッドに込めたみてえな、俺だからこそ演じられる生命の内面。もっと違う芝居ができるんじゃねえか。かといって今さらどうしようもねえか。自分一人のエゴで撮り直しなんてできるわけねえ。そもそも自分の中で答えも出てねえものを撮り直したところで良くなる保証はない。だが。ただいま。遅かったな。って、そんなに買ってきたのか。そんなもん二人で開けちまったら。パジャマだよ。それを言うならお邪魔だ。4人でならすぐだよ。はあ、そういうことか。
キュルキュルニョロニョロ。いまいちポーズが決まらなくて悩んでるね。シトロニア、それを言うなら九州生類憐れみの例だ。救急如律令だ。主従揃ってポーズよりまずセリフをどうにかしろ。ポーズはかっこいいと思うよ。明日は撮影も休みだし、ポーズが決まるように生命神社でお願いしてくるね。ああ、確かに成功祈願をするのはいいかもしれないね。ガイも当然お供だよ。だそうだ。他のやつらはどうするんだろうな。三好と伏見は買い物に行くらしい。京都っておしゃれなショップがいろいろあるんだよねって言ってたね。僕はあざみと一緒に近場の日帰り温泉に行ってみようかなと思ってるよ。美肌効果で有名なんだって。佐京君もどう？いや、お墓参り。ホテルに残って台本や映像芝居の本を読み返したい。今回の佐京はいつも以上に芝居の鬼ね。確かに気合の入りようが違うな。何か心境の変化でもあったのか。お前らにならいいか。秋組の第6回公演の兵道の芝居に影響を受けた。あの気迫、兵道にしかできない芝居は正直見ていて圧倒された。同時に悔しかった。兵道だけじゃなく秋組のメンバーそれぞれ公演を重ねるごとにどんどん成長していってる。俺は年齢でこそあいつらより年長だが、板の上では関係ねえ。あいつらには負けたくねえ。あいつらとライバルで居続けるために挑戦することを諦めたくない。こんな大人げなく必死なとこ、あいつらには死んでも見せられねえけどな。ライバルか。秋組ならではのいい関係だね。第6回公演の中座は確かにすごかったね。ダークヒーローを体現していたな。ああ、ブラッドが乗り移ったみてえだった。負けられないよ。そうだな。そういえばさっきのモナカ祭りって誰のね？モナカ祭り？お墓参りだ。それね。死んだ父親が京都の生まれでな。そうだったのか。だったら行った方がいいよ。いや、幸代にも話したが、俺はろくに父親のことを覚えてねえ。そんな状態で墓参りに行くっていうのも気乗りしない。本当に何も覚えていないね。全くないといえばうっすら覚えてるような気もするな。それが母親から聞いた話なのか、自分の記憶かは定かじゃない。はっきり覚えている思い出がないということか。そうだな。一つだけ確かなことは俺の名前くらいか。名前？父親がつけたらしい。昔母親からそう聞いた。でも俺にとって父親とのつながりはその程度だ。それで墓参りっつってもな。名付けるということもまたまじないの一種である。いきなり何ね？ OK ゴーグルーの誤作動かと思ったよ。いや、今回役作りのために陰陽師に関係しそうな資料をいろいろ読んだんだが、その中にこんな内容があった。名を与え
そのものの存在を決定づけるということは、その存在に対する責任を持つことでもあると。今回の本にも通じるね。月白に名前を付けたのは生命で、翡翠に名前を付けたのは月白だよ。名付けるものへの情がないときっとできないことだよね。ああ、俺にもガイという名前がある。自分が自分であることを忘れないように付けられた名前が。自分をアンドロイドだと思い込み、感情を封じ込めていた自分がもう一度自分自身を取り戻せたのはこの名があったからだと思う。親からもらった名前からは親とのつながりを感じる気がする。珍しくポンコツもいいこと言うね。古市が古市であるために名前を付けてくれたということはその程度などではない。これ以上ない確かなつながりだ。そうだな。そうかもしれない。左京くんの存在を決定づけるか。左京くんが左京くん以外の名前だなんて想像つかないしね。左京ではない名前。例えば古市右京などということか。双子か二重人格ね。右京の方はきっと菩薩の浪費かね。複雑な性格だな。きっと今頃予算使い放題で電飾キラキラの舞台作ってるよ。それはそれで面白そうだね。たく人の名前で遊びやがって。いつの間にか寝ちまってたか。母さん、こんな時間に珍しいな。もしもし。遅くにごめんね。大丈夫？ああ、珍しいな、こんな時間に。この間のお土産の話になってね、改めてちゃんとお礼言っておいてって頼まれたから忘れないうちに。別にわざわざいいのに。それから佐藤が誕生日には帰ってきてくれるのかって。来月だよな。予定に入れておく。外にいるの？京都のホテルにいる。あら、行くの今日だったの？いいわね。なあ、今まで聞いたことなかったけど、俺の名前の由来って何かあるのか？え？話したことなかった？あのね、おみくじなのよ。おみくじ？後で写真送ってあげる。さすがに飲みすぎたな。幸代はまだ寝てるな。気づかれないうちに出るか。おはよう。なんで待ち伏せしてんだ。さて、どうしてでしょう。ベッドに気配があったはずだが。あれはシュトロンとガイ。あいつら昨日部屋に戻らなかったのか。付き合うって言ったでしょ。仕方ねえ。昨日母親にいろいろ父親の話を聞いた。
お母さんとお父さんはこっちで出会ったの？いや、父親は向こうで就職してアルバイトとして職場に来た母親と出会ったらしい。ミスが多い母親のフォローしたり世話を焼いてるうちに、いつの間にか私生活の面倒も見てたとかなんとか。大丈夫だって言ってるのに、食生活がどうたらこうたら、節約がうんたらかんたらって聞かないんだってさ。どこかの誰かさんみたいだね。心配性な人だったんだ。だからガサツな母親とちょうどよかったんだろうな。ま、友人だっつってお前を連れてけば多少は安心するかもな。なんだ？実は僕が久しぶりに聖火に戻るとき、タスクがそう言って無理やりついてきてくれたんだ。へえ、ちょっと意外だな。僕もその時はちょっと驚いた。タスクってそういうタイプじゃないと思ってたから。この髪留め、その時にタスクが見つけてくれたんだ。家の中は片付けられてしまっていたし、どうせ自分が家族と暮らしていた痕跡なんて見つからないと思ってたけど、兄が僕のために隠してた手紙とプレゼントが残ってた。あの時一人で行かなくてよかった。そう思ったからちょっと強引だったけどついてきちゃった。ごめんね。いや、この髪留めを持ってると、たとえ会えなくても兄の存在を、つながりを感じることができるんだ。今回の生命とコウのつながりもそういうものじゃないかな。セリフの上では素直じゃなくても、住んでる世界が違っても、コウは生命に絆を感じて寄り添ってそばで守りたいと思ってる。そういう気持ちで僕はコウを演じてるよ。言葉にしなくても見えなくても、見てる人には伝わってしまうようなものを表現できてたらいいんだけど、なんてこんな風にすぐ何でも芝居に結びつけちゃうのはタスク並みの演劇バカかな。いや、お前の芝居は生命にも伝わってる。そっか、よかった。左京君も何か感じられるといいね。お父さんとのつながり。その写真、おみくじ？昨日母親が写真を送ってくれた。父が亡くなる前、ずっと財布の中で大切に保管してたらしい。一切ないと思ってたんだが、思い出した。俺の名前の由来、父親から直接聞いたことがあった。京都に移り住んでからは退屈な毎日だった。まだ一人で遊びに行けるような年じゃなかった俺は、母親が仕事に出ている間、父の病室で過ごすしかない。父親には頼れる親戚もおらず、顔を出すのは看護師くらいで、日がな一日窓際の椅子の上で一人で遊んでた。何もわからなかったけれど、うっすらと父親の容体が悪くなっているのは分かっていた。起きている時は俺に話しかけてくれるが、そんな時間もどんどん少なくなっていった。時々もう起きてこないんじゃないかと思って怖くなった。それでも父親は一日に1回だけおみくじを引かせてくれた。内容は毎回違って他愛のないものばかりだったけれど、それだけが父親とのお決まりのコミュニケーションになっていた。退屈な一日の中で
それだけが毎日の楽しみだった。その日も昼過ぎ頃、いつものように目覚めた父に手招きされ、ベッドによじ登った。今日の分のおみくじを引かせてくれるのかと思ったら、見せてくれたのは小さく折りたたまれたおみくじの紙だ。古ぼけた紙を開くと、まだ漢字の読めない俺に父親が大吉と読むんだと教えてくれた。あのな、もうすぐ父さんは左京と会えなくなるかもしれないんだ。知ってる。そうか。父親は寂しそうに笑うと、手元のおみくじに視線を落とした。このおみくじはな、左京が母さんのお腹の中にいるとき引いたおみくじなんだ。左京の名前を何にしようかすごく迷って、どうしても決められなくて、もう生まれちゃうから早く決めてって母さんにせっつかれて、困った挙句に左京の名前に縁のある神社でおみくじを引いてみた。そうしたら大吉が出たんだ。願い事は叶うし、病気は治る。龍が天をかけるがごとく目標を達成し、幸せになれるって書いてあって、そんな人生を送ってくれるように願って左京の名前に決めた。左京は自分の名前好きか？そうか、よかった。左京がこの名前を好きでいてくれるなら、きっと父さんがそばにいなくても左京は幸せに生きていける。きっと左京の名前が好きだって言ってくれる友達がたくさんできる。父親はそう笑った。当時父親の言ってる意味はよくわからなかったが、父親がいつになく元気そうなのが嬉しかったのは覚えてる。それから数日後、父親は眠るように息を引き取った。僕、左京くんの名前好きだな。なんだ突然。さっきのお父さんの話を思い出したんだ。左京くんの名前を好きな友達が少なくともここに一人はいるってこと。みんなにも聞いてみたらどうかな。みんなも好きだと思うよ。そんな恥ずかしいこと聞けるか。左京くんのお父さん、はじめまして。お父さんの名前のおかげで左京くんは劇団でも愛されてますよ。はあ、父さん、俺は今ずっと夢だった舞台に立ってる。好きな演劇の道を毎日必死で歩いてる。俺は幸せだ。ありがとう。そろそろ帰るか。そうだね。そういえば左京くんの名前の由来になったおみくじって素敵だね。せっかくだから神社で引いていこうか。わざわざ金出して結果に一喜一憂するのはバカらしいだろう。だったらお守りか普通に賽銭入れた方がマシだ。左京くんらしいね。でも偶然受け取るおみくじも顔の見えない誰かが自分のためにかけてくれた言葉だと思えば、それもまた縁だよね。その縁がなければ左京くんは右京くんだったかもしれないし。そうだな。目には見えない縁、人の情か。不思議なもんだな。おみくじか。
土産ならやっぱり八つ橋が鉄板ね。せっかくなら三つ葉の豆餅も買いたいよね。違う。どうかしたんですか？1日目の映像だが全て撮り直したい。驚かないのか？たく、そういうところだけは察しがいいな。何が問題でしたか？演出についてなら。いや、そういうことじゃねえ。全部俺の芝居の問題だ。今回陰陽師の役作りをする中でヒーローとしての安倍晴明の所作や雰囲気作りはこだわったし成功してると思う。ただこの陰陽の宵という物語ではステレオタイプの生命以上のものを描きたい。皆木の生んだ生命を通して皆木の描きたかったものを俺にしかできない形で表現したい。目に見えない縁、つながり、絆、それを表現するために必要な何かを幸代は掴んでいるのに俺だけ掴めずにいたのがずっと気になっていた。それが昨日父親の墓参りに行って父親が俺の名前を付けた時の話を思い出してな。もう会うことのできない父の思いやつながりを感じられた。目に見えないのに確かに存在する縁というものを信じられるような気がしたんだ。功を演じる幸代は表に出さずとも生命に寄り添う気持ちで演じていると言っていた。生命を取り巻く者たちの情、そして生命自身が情をもって名付けた月白という存在。今回の物語を改めて考えた時に生命にはこの情ってもんが必要不可欠だと思った。今までより一歩踏み込んだ生命を演じたい。かけらでもこれだと思えるもんを見つけちまったからには諦められねえ。きっと今回の映像には俺の役作りは分かりやすい芝居として反映されないだろう。撮り直してもほとんど変わらないかもしれねえ。それでも俺の中ではその思いを心に灯して演じるか演じないかでは生命に魂があるかないかくらいに違う。俺の身勝手だとは分かっているが撮り直させてほしい。頼む。もちろんですとも。映像には不意に役者の本質が映ることがあります。魂のない頼代は映像でも見て取れるでしょう。魂を込められた古市さんの生命を取らせてください。さすがカモン。全力で頑張るよ。任せてほしいね。反省点は復習した。問題ないはずだ。しょうがねえな。時間が押さないように準備してやる。スチール撮影の方も極力時間を抑えられるように頑張ります。俺っちもバリバリ働いちゃうよ。悪いな。いい芝居するためならえんやこらねえ。そうだよ。命名に悩んでた時におみくじがきっかけで決めたって話だ。大吉のおみくじを引いてその内容の通り幸せになるようにって決めたらしい。んなことも全部すっかり忘れちまってた俺は薄情な息子だけどな。
父親との思い出は大切な思い出だが、同時に父親がいなくなったことも思い出してしまうからな。子供には辛いかもしれないね。そうだな。人は亡くなった人の声から忘れていってしまうって聞いたことがあるけど、たとえ声が思い出せなくなっても何か一つでもつながりを感じられるものがあれば、その人を大切に思い出せると思う。なんとなくわかる気がする。ああ、絆は決して消えない。あのさ、前にスミーがおじいちゃんの顔を思い出せなくなっちゃった時があったんだ。今までスミーは嫌なことがあった時とか寂しい時にはいつもおじいちゃんの顔を思い出してたんだって。でもムックンが今は嫌なことより楽しいことがいっぱいになったから思い出さなくても大丈夫になったんじゃないかって。フルーチェさんはその逆なんじゃない？小さい頃のフルーチェさんにとってお父さんが亡くなったことはすごくショックなことだったと思う。でも今はそれと同じくらい大きなものを持てたんじゃないのかなーなんて。そうか、そうだな。今の俺なら他の誰にもできない生命を演じることができると思う。改めてよろしく頼む。はい、オッケー。メイク直し頼む。ダーク、コンディション最悪だったらあのブラシでも使ってやろうかと思ったけど。いつか使ってくれるのか。さあな。てか、あんたの親父の話なんて初めて聞いた。俺自身ろくに覚えてなかったからな。あんたと俺ってやっぱいろいろ似てんのかもな。何？なんでもね。俺の名前にもなんか由来とかあんのかな。聞いたことないのか？俺は知ってるぞ。今度親父さんに聞いてみろ。来週にでも実家帰って顔見せとけ。絶対嫌だ。じゃあ次のシーンいくよ。みんな見て見て、コラボ映像完成したって。わあ、見たいです。鑑賞会しよう。みんな呼んできます。へえ、よく撮れてんじゃん。左京さんもシトロンさんもかっけえ。私のポーズもようやく決まったね。やっぱり古市もそうだが、みんな最初よりもこっちの芝居の方がいいな。演出も入ってより見栄えが良くなったね。学生レベルじゃないな。映画みたいだよね。これで全編見たいです。公開したら話題になりそうっすね。期待値が上がりそうだな。いや、望むところだ。
稽古期間中なんとなく僕たちの共通点を考えていたんだけど。わかった、年寄り組ね。それを言うならアリス川やウツキが足りないだろう。そうじゃなくて、いろいろな要因で思い通りの子供時代を送れなかったところが似てるかもしれないと思って。事情はそれぞれだけど孤独を感じることも多かったんじゃないかな。そう言われてみるとそうだな。なるほどな。でもそれは人生にやり残しがいっぱいのワキワキ状態ってことね。そうだね。大人になるってことは自分の可能性をそぎ落としていろいろなことを諦めていくことだと思っていたこともあった。でもこの劇団に入って諦めたくないことに何度もぶつかった。劇団のやつらにも刺激を受けたし、自分の半分しか生きてないようなガキが必死で自分の未来を切り開こうとする姿にも心を動かされた。何かを諦めて穏やかに生きるより諦めずに必死で生きる方が自分の性に合ってると思えた。諦めて叶わない夢だと決めつけてしまうことも呪いなのかもしれないな。そうだな。しかし逆に絶対に叶う夢だと名付けてポジティブな呪いに変えることもできるだろう。そうだよ。俺たちの人生はおそらく穏やかではなかったかもしれない。当たり前のものが得られないことも多くあっただろう。でもだからこそやり残しばかりのこれからの人生はやりたいことばかりで溢れてる。それが共通点だね。では陰陽師として私が呪いをかけるよ。この初日は絶対に成功するね。キュンキュンニャンニャンニャー。救急如律令だ。ずいぶん可愛い感じになったね。呪いなんてなくても絶対に成功させる。行くぞ。おー。ん？あ。また一人亡くなったらしい。またか。こうなるといつこの宮中でもお祓いでもした方がいいんじゃないか。生命、市政にはびこる流行り病の話は聞いておるな。はい。まだ一部の者にしか知らされていないが、帝が倒れられた。今宮中にこの話が広まれば無用な混乱を招く。ましてや帝の身にもしものことがあれば争いを生むだろう。何としても持ち直してもらわねばならぬ。急ぎみそぎを執り行うように。かしこまりました。上真珠、上真珠。また面倒なことを頼まれたものだ。こんなことをしてもトカゲの尻尾切りだぞ。こう無駄口を叩くな。やれやれ。来たぞ。救急如律令。
逃げられたな。今の気配は。だから言っただろう、面倒だって。帝の身が危ない。急がなくては。怨霊だと？バカな。宮中の結界にほころびはない。そのようなよこしまな輩が帝に手を出すなどありえん。不可能だ。しかし生命、みそぎの成果が出なかったのを怨霊の仕業にするつもりか。いくら力があってもおごりが過ぎるぞ。私はそのようなつもりで申し上げたわけではありません。では下がれ。儀式には他の者を当たらせる。頭の固い連中など放っておけばいい。そのうちアホでもわかることだ。そうはいかない。このままにしておけば被害は広がるばかりだ。陰陽寮のお偉方に目をつけられては宮中でも自由に動けないだろう。それでもこのまま見過ごすわけにはいかない。真面目なことだ。後で後悔しても知らないぞ。ざれ言はいいから調査結果を報告しろ。言ったろ、宮中は結界がガチガチに張られていて我らには手が出せない。怨霊が付け入る隙もない。では陰陽頭の言う通りということか。生命殿。月白、戻ってきていたのか。昨日着きました。ご無沙汰しております。そうか、久しいな。お元気そうで何よりです。月白も随分とたくましくなったように見える。ありがとうございます。生命殿のご活躍ぶりは都を離れていても噂を耳にします。私など何の力もない。浮かない顔ですね。どうかなさいましたか。昨今市政にはびこる病の話はもう聞いたか。ああ、何やら原因不明だとか。おそらく怨霊が関わっている。ただなかなか尻尾がつかめなくてな。私でよろしければお手伝いしましょうか。本当か。お力になれるか分かりませんが、できることがあれば何でもおっしゃってください。渡りに船だ。月白が手伝ってくれるならこれほど心強いものはない。こうなんだ。月白にこれまで見つけた怨霊の呪詛の詳細を伝えろ。気が進まないな。お前の気分など関係ない。やれやれ。なかなか癖の強い式神のようですね。手を焼かされる。しかしかなり強い力を感じます。さすが生命殿。月白こそ修行の成果はどうだったのだ。後でいろいろと話を聞かせてくれ。私なら生命殿の足元にも及びませんよ。何を言う。シモン、私とお前の素質はほぼ互角だと話していただろう。怨霊騒ぎが起こったというのはここのことか。ちょうど最初の患者が出た地区に近い。時期も前後している。関連があるかどうかはわからないが調べてみる価値はありそうだな。
俺に話があるってのはあんたか。ここで見かけた怨霊の話を聞きたいのだが。ありゃしこたま飲んで酔っ払った夜のことだ。この石碑のあたりにぼーっと火の玉が浮かんでたんだよ。そりゃまがまがしい色でさ、俺は驚いて腰抜かしちまった。その後のことは覚えてねえ。ただの小物のいたずらか、気になるな。こう、他にも同様のことがないか調べろ。やれやれ、式神使いが荒いことだ。数が多いな。それにこの婦人はやはり強力な呪詛だ。巧妙に宮を取り囲むように張り巡らされてる。これをやったやつは相当な暇人だな。それだけ都に恨みを抱いているということだろう。一つ二つ取り除いたところで効果はないな。元凶を叩かなければ。こんな演出やろうとやり合うつもりか。我はおすすめしないがな。月白を呼んできてくれ。作戦を練る。後で後悔しても知らないからな。次はここだ。間違いない。こう、私の身を隠し罠を張れ。はいはい。来たか。バク、救急如律令。逃げられた。ダメだ。厄介な相手だぞ。あれは力もあれば知恵もある。あれを野放しにすればこの先どれほど被害が広まるか。やはり陰陽寮の協力を仰がなければ。月白、許可を得た。これでようやく宮中を自由に動ける。それは何よりです。では私は引き続き市政の呪詛の場所を探します。いや、月白にも宮中の調査を。私は宮中の出入りを許されておりませんから。それについては心配いらない。陰陽寮に話は通してある。私のような者が宮中をうろついていては皆驚くでしょう。ただでさえ得体の知れない病が流行っているのですから、今度はどんな災いを持ち込むかと思われる。そんなことは。人は異物を恐れるものです。お力になれず申し訳ございません。月白、こう、宮中の汚れを探れ。俺が折れる。お友達はどうした。月白は宮中に出入りできない。おやおや、結界にでも阻まれるのか。いや、自分が出歩いては皆を驚かせるからだ。ああ、そういうことか。月白は本当なら私と同じように陰陽寮に所属するはずだった。死も月白の才能には期待を寄せていた。ただ出自のせいでそれが叶わなかった。なるほど。それでああもねじくれているわけか。ねじくれている。気づかないのか。やれやれ、これだからお坊ちゃまは。どういう意味だ。そのままの意味だ。お友達は
お前の思うような人間ではないぞ。月白に対する侮辱は許さんぞ。それは失礼。やれやれ、人の考えることはわからんな。まさか宮中からも呪詛が見つかるとは。宮中の結界をくぐり抜けてこれほどの呪詛を施すのは我にも不可能だぞ。人の身でなければできないな。つまり先日取り逃したのは何者かの式神ということか。あれを刺激できるだけの力を持つ者などこの国にもそうは。どうした？いや、こう呪詛返しを行うぞ。本気か？いくらお前といえどあの怨嗟の塊を身に受ければ飲み込まれるぞ。このまま追いかけっこをしていても拉致が開かない。一気に型をつける。やれやれ、意外と過激派なんだ。まずいな。おい、主。半樹救急如律病。意外としぶといな。よし、これでもう逃がさない。なぜこんなことをした？何が望みだ？都の混乱か？帝の命か？言う必要はない。誰に使われている？この身が熱しようとも言わぬ。このままとどめを刺していいよな。ああ、構わない。さーて、お仕置きの時間だ。消えた。黒幕が手を出したか。こう、気をたどれ。黒幕が誰かはっきりさせる。言われずとも。お前。やはりお前だったのか、玄白。お逃げください、主。いい。お前にはもう戦う力など残っていないだろう。下がってよ。しかし。下がってよ。生命、黒幕がこいつだって分かってたのか。これだけ強大な力を持つ式神を扱えるのはそう何人もいない。やはりあなたには勝てませんね。なぜこんなことを？私はずっとこの国を恨んでいました。私を異物として迫害するこの国の人々すべてを。陰陽道を学んだのも復讐のためです。あなたさえいなければ私の望みは成し遂げられたのに。なぜ都を狙ったのだ？
都はこの国の中心でしょこの都を選ばなければ私がお前にたどり着くこともなかったのに。そうですね。死のもとで共に学んでいた時からあなたに勝てた試しがなかった。お前は本当に学ぶことを楽しんでるように見えた。復讐のためだけじゃなかったはずだ。生まれた時から父は分からず、母も強盗に襲われ殺された。この世は地獄。ずっと土をはむような思いで生きてきた私の中にあるのは、全てを恨み憎む復讐の思いだけです。私はもはや人ではない鬼なのです。鬼は式神を助けたりはしない。呪詛返しを受けたその式神を助ければ己の身にも災いが降りかかる。それでもお前はその式神を見捨てられなかったのだろう。主、助けたつもりはありません。勝手に体が動いたまでのこと。それはお前の身に人の心が残っていた証だ。もう一度やり直そう、潔白。お前のその力は本物だ。正しい道に生かし罪を償うのだ。また共に陰陽道を学び直そう。私はもう潔白。もうダメだ。一部とはいえ呪詛返しで何倍もの力に膨れ上がった呪詛だ。力を使い果たしたそいつの身では耐えきれない。主！すまない、翡翠。最後まで面倒を見てやれなかった。いえ拾ってくださってありがとうございました。生命殿、私はきっとあなたがいるから都を選んだのです。潔白。なぜ何も話してくれなかった。まだやることは残ってるぞ、生命。このままこいつを放置すればいずれ意志を失い怨霊となる。こうその者の討伐を。御意、悪く思うなよ。これもお前のためだ。抵抗しないのか。私は最後まで主のそばを離れぬ。見上げた根性だ。これでようやく終わりだ。
今日は三日月か。決まった名がないという月白に月白と名付けたのは私だった。月白の目がまるで月が昇る空のような色だったから、望めば陰陽頭にもなれるほどの力を持っていた。今回の功績で彼を陰陽寮に推薦して共に働ければ、これほど心強いものはないと思っていたのに、なぜあのようなことを。地獄を見た人間の気持ちはお坊ちゃまにはわからないだろうな。そうだな。私は月白のことを何も分かっていなかった。友だと思っていたのは私だけだったのかもしれない。あの式神、翡翠って言ったな。少なくとも同じように瞳の色から名前を付けるくらいには月白って名前は気に入ってたんじゃないか。そうか。それならいいが。何を笑っている。お前に慰められるとは。明日は雪でも降るかもしれないな。主が死んだ時はその顔に落書きでもしてやろう。翡翠を少しは見習ってほしいものだ。だからせいぜい長生きするんだな。そうするとしよう。お疲れだよー。お疲れ様。無事に終わってよかったな。そうだな。まだまだ甘いところもあるが。うるせえ。耳元で叫ぶな。明日には生き返るね。マジっすか。生き返るな。話の筋変えすぎでしょう。でも本当に良かったっす。古市さん、ありがとうございました。お前の脚本があってこそだ。いや、古市さんが俺の描きたかったことちゃんと受け止めてくれた結果なんで。責任は果たせたみてえだな。カモンもめっちゃ褒めてたよ。全編映像化したいって。どんだけ予算かかると思ってんだ。そうだな。いろいろ勉強になったし、今後も参考にしたい。左京さん、映像の芝居は舞台とは変えてましたね。ああ、研究した。ワークショップに行かれてたんですよね。雄三さんに教えてもらった。興味あるなら教えるぞ。お願いします。今度行ってみます。いいね。俺も付き合うよ。舞台一本でやってきて、あそこまですんなり違和感なく映像に馴染むのはすごいな。スメラギに言われると自信が持てるな。東さんの式神も妖艶かつ迫力があったね。とうとう全身にオーラをまとう芝居まで身につけたとは。あれは VFX。
分かっているよ。例えの話だよ。ありがとう。 PV 映像いいよな。秋組公演でもやりてえ。映像デビューしたいっす。お前ら軽く見てんじゃねえぞ。いいか、映像の芝居っていうのはな、舞台とは違ってうんたらかんたら。そうだね。分かったかてめえら。ジュースおかわりっす。あの衣装の羽どうなってんだ。おい。なるほど、勉強になる。たく、今回の公演すげえ良かったっす。生命の情みてえなもんが感じられた。見てて俺も負けられねえと思った。正直な話、お前がやった第6回公演のブラッドに影響されてな。年下相手に本気で張り合うなんてどうかと思うが、俺も負けられねえと思ったんだよ。それならありがたいっす。左京さんは尊敬する仲間で、全力で張り合いたいライバルなんで。いい度胸だ。だったらこれからも本気で行かせてもらう。うっす。飲みすぎたな。そういや、おみくじといえばこれまだしまいっぱなしだったか。きっといつかまた会えるでしょう。3点小吉。兄貴、じゃあちょっくらショベルカー持ってくるんで。ああ、このくらいちょちょいのちょいで外せるっすよ。この看板も見納めだな。もう決めたはずだ。恨まれても憎まれても全部俺が背負う。きっといつかまた会えるでしょう。3点小吉。こんなもんやっぱり当てにならねえな。おい、お前この劇場に何か用か。おみくじを持ってるとちゃんと願いが叶うか。くだらねえと思いながらも捨てられなかった。やっぱ親子ってやつか。乾杯。乾杯だよ。乾杯。お疲れ様。今回は特別だ。宿泊費がタダだからな。打ち上げ会場がチェーンの居酒屋にならなくて本当に良かったよ。危ないところだったな。打ち上げの費用は出ないんだ。交通費を考えたら安い店で当然だろう。せっかくの京都だし、撮影の時は雨で来られなかったからね。兄貴、おしぼりっす。ああ、ありがてえっす。じゃあねえと代わりにって栄養ドリンク1箱押し付けてくるんだから仕方ねえだろ。今回は出ずっぱりだから体力的にちょっときつかったね。
式神は戦闘もあるから大変ね。足さばきが難しい衣装だしな。戦ってるところめっちゃかっこよかったっす。俺は精神的な疲れの方が大きかった。クライマックスのシリアスな場面で生命の感情に同調すると毎回気分が沈むからな。次の公演で立て直すのに気力がいる。クライマックスは俺も生命兄貴に釣られて毎回泣きやした。冬組っぽいね。普段の公演と違うといえば、公演中の気持ちもいつもとは違って不思議な感覚だった。生命のってこと？いや、舞台裏のことだ。ああ、そうかもしれねえ。年長者の貫禄ね。貫禄だな。僕にはもっと甘えてもいいんだよ。年が上かどうかもわからねえ相手に甘えられるか。甘えろって言うならいい加減何歳か教えろ。そのうちね。そういえばこの前、紬とタスクが映像芝居について永遠語り合ってたよ。二人とも芝居のこととなると目の色が変わるな。さすが演劇バカね。ワークショップに行こうって誘われたけど、ガイはどうする？俺は少しやりたいことがあってな。やりたいこと？決まったら話す。あっちで潰れてる。もらう。主演は重圧もあるし、終わった時にドッとくるな。その分達成感もひとしおだが。生意気な。お前の名前の由来は何かないのか？一歩間違えれば右京だったんじゃないかとか散々遊ばれた。たく生意気な。俺もお前の名前は悪くないと思うぞ。名前はな。まあ俺も自分の名前は割と気に入ってる。明日はちゃんとお礼参りしねえとな。ついでにおみくじでも引くか。